心の泉。人生の意味について深く考えたことはありますか？多くの人がその答えを見つけるために苦労しています。古代ギリシャの哲学者から現代の思想家まで、数えきれないほどの人々が人生の目的について語ってきました。歴史上の哲学者ソクラテスは最終的に死刑を宣告されるのですが、判決の前に弁明の機会を得ます。ソクラテスの罪状は、神を信じず他者との議論を通じて哲学し続けたことでした。現代の感覚では理解できない罪ですが、当時は大罪でした。裁判官はソクラテスに言います。ソクラテスよ、君は追放になって私たちのために黙って平穏に生きていくことはできないのかね。しかしソクラテスは追放の刑を拒みます。哲学の活動を制限されたまま生きながら得る追放の刑よりも、哲学し続けて迎える死を選ぶのです。毎日議論をすること、これはまさに人間にとって最大の良きことなのです。そして吟味の内省は人間にとって生きるに値しないものです。ソクラテスにとっては一生をかけて何かしら探求追求することが生きるに値する性なのだと考えていました。しかしソクラテスの弟子のアリスティッポスは、人生の目的は肉体的快楽であると言い切りました。有名なドイツの哲学者イマヌエル・カントは、人間は自分の存在意義を知ることはできないと言います。私たちの人生の旅を禅宗の僧侶一休さんはこのように歌っています。門松は冥土の旅の一里塚。冥土とは死後の世界のことです。そして一里塚は旅の休憩場所です。門松を飾る正月は死へ近づく人生の旅の一つの休憩場所ですよと歌いました。そしてこれは死を意識して生きることの重要性を説いています。しかし生きる意味は探してもなかなか見つかるものではありません。日本の大文豪である夏目漱石も、私はこの世に生まれた以上何かしなければならんと言って何をしてよいか少しも見当がつかないと本に書いています。誰もわからないというのが一つの答えかもしれません。生きる目的がわからなかった夏目漱石は妻への手紙にこう書いています。人間は生きて苦しむための動物かもしれない。芥川龍之介はこう書きました。人生は地獄よりも地獄的である。しかし仏教にはこの永遠の問いに対する独自の視点があります。世界の三大聖人に挙げられるブッダは、他の偉人たちとは一風変わった考え方をしていました。ブッダは人心受けがたし今すでに浮く、仏法聞きがたし今すでに聞くと説きました。この話を表すエピソードがあります。ある日、お釈迦様は弟子たちを集め、広々とした大地を背景に深遠な教えを説き始めました。皆の者、この大地に目を向けてください。どれほど広大であるか、そしてこの地に散らばる砂の粒がいかに無数にあるかを見てください。弟子たちが周囲の大地とその上に広がる砂の海を見渡す中、お釈迦様は比喩を用いてさらに話を進めました。この大地の砂の粒の数ほどもこの世界には生命が存在します。しかしその無数の生命の中で人間としてこの世に生を受けることができるのは、この大地の砂の中の一粒に過ぎないほどの確率です。人間として生を受けるということは、大海に投げられた針の穴に亀が首を通すほどの難事と同じです。だからこそ今人間としてこの世に生きている私たちは、この機会を大切にし、今という一瞬一瞬に感謝を忘れてはなりません。そして一握りの砂を地面から拾い上げ、弟子たちに向かってこう言いました。この一握りの砂とこの大地にある砂すべてとを比べたらどちらが多いだろうか。弟子たちはもちろん大地の砂の方がはるかに多いですと答えました。釈迦はその答えを受けてさらにこう説明しました。この一握りの砂はこの法を聞くことができる人々の数に例えられます。そしてこの大地の広大な砂はこの法を聞くことができない人々の数に例えられます。この法を聞き実践することができる人々はこの広大な世界において非常に稀です。だからこそ今この教えに耳を傾けることができるあなた方は非常に幸運なのです。この教えを通してお釈迦様は私たちすべてに人間として生を受けたことの重大さと、その一瞬一瞬を大切に生きることの重要性を伝えられました。お釈迦様は人として生まれたことに感謝をし、生まれがたい人間に生まれてよかったと喜びを表しました。生きる目的はただ生きること、そして今を感謝することを説いたのです。お釈迦様らしい考え方です。この理解を深めるには
日々の生活の中で瞬間瞬間に意識を向け、現在に集中することが重要です。例えば、朝のコーヒーの香りを深く吸い込むこと、通りを歩きながら足元の小石一つ一つに注意を払うこと、夜空を見上げて星の輝きに心を奪われること、これらはすべて私たちが生きる目的を感じ取る瞬間です。日々の煩わしさを超え、心を鎮めることで、私たちは真の幸せを見つけ出すことができるのです。例えば、一人で長い散歩をしているとき、心が急に穏やかになり、すべての悩みが遠くに感じられることがあります。仏教は、そのような心の状態を深め、常に持続させる方法を教えてくれます。今を感謝する考え方に縁起という考え方があります。ブッダの悟りの核心にある縁起の教えは、この世界と私たちの存在がいかに相互に関連し合っているかを明らかにします。すべてのものは、因と縁、すなわち直接の原因と間接的な条件の複雑な網の中で生じ、存在しています。この深い洞察は、私たちが日々経験する一瞬一瞬に新たな意味をもたらし、感謝の心を深めるきっかけとなり得ます。縁起の法則は、私たちが目にするすべての現象や事物が孤立して存在するのではなく、他の無数の要素との関係の中で生起し、また消滅することを示しています。この事実に気づくことで、私たちは自分自身や周りの世界をより深く理解し、その複雑さと美しさをより一層感じることができるようになります。例えば、朝の一杯のコーヒーを考えてみましょう。そのコーヒーがあるためには、コーヒー豆を育てる土地、農家の努力、運搬する手段、そしてそれを入れる私たち自身など、数えきれないほどの因縁が必要です。これらすべてが連携して初めて、私たちはそのコーヒーを楽しむことができるのです。このように考えると、日常の些細な瞬間にさえ深い感謝の気持ちを抱くことができます。縁起の教えは、私たちの生活における苦しみや困難に対しても貴重な洞察を提供します。苦しみは条件があって生じるものであるため、それらの条件を変えることで苦もまた解消され得るというのです。これは、私たちが苦しみの根本原因を理解し、それを乗り越えるための実践的な方法を探求する手がかりとなります。苦しみが発生するメカニズムと苦しみの克服は、ブッダが初期に説いた根本にある教えになり、こちらにも詳しくまとめています。一切が互いに関連し合っているという認識は、私たちに今この瞬間の価値を再認識させ、日々の生活の中での感謝の気持ちを深めることを促します。この理解を深めることで、私たちはより調和の取れた生き方へと導かれ、内なる平和と満足を見出すことができるでしょう。この動画が皆さんにとって有意義なものとなり、日々の生活に役立つ洞察を提供できたならば、これほど嬉しいことはありません。もし、この動画の内容が気に入ったら、ぜひチャンネル登録とベルマークのクリックをお願いします。また、コメント欄にて皆さんの感想や、ブッダの教えが、どのようにあなたの人生に影響を与えているかを教えていただければ幸いです。心の泉チャンネルを通じて、皆さんの心に安らぎの泉が湧き出ることを願っています。ご視聴ありがとうございました。平和と愛が皆さんと共にありますように。